こんにちは、助産師の恋です。今日は日本で子育てをする外国人ママ向けに離乳食の進め方についてお話しします。まず離乳食の目的についてお話しします。離乳食には2つの目的があります。1つ目は赤ちゃんの食べる力を育てることです。赤ちゃんは離乳食で母乳以外の食べ物に慣れて食べ物を噛む練習をしていきます。また食べ物を消化し栄養として吸収する力を育てます。もう一つは栄養補給です。生後5、6ヶ月頃から赤ちゃんの成長に必要なタンパク質や鉄などを母乳やミルク以外の食べ物から少しずつ摂る必要があります。 WHO でも生後6ヶ月頃からいろいろな食材で母乳やミルクだけでは不足してくる栄養を補っていくよう進めています。次に日本ではどのように離乳食が進められているか紹介します。離乳食を始める時期の目安は生後5、6ヶ月頃になって赤ちゃんが食べ物に興味を持ち始めよだれを出したり手を伸ばしたりするようになってきた頃です。歯が生え始めて少し支えれば座れるというのも目安になります。離乳食を始める前にまずは家族が食事を楽しむ姿を赤ちゃんに見せてあげましょう。日本では生後5、6ヶ月頃からはじめは1日1回ペースト状にしたおかゆをスプーンに1さじという少ない量で始めます。おかゆに慣れたらペースト状にした野菜を、野菜に慣れたら豆腐や白身魚や卵などを同じように1さじずつ試していきます。月齢ごとに量と品数、回数を増やしていくようなイメージです。赤ちゃんの成長に合わせて硬さも変えていきます。ペースト状から顎を使って歯茎で噛めるようにだんだんと固形のものに近づけていきます。最初は味付けはせず食材の味から始めます。赤ちゃんが食べることに慣れてきたら味をつけることもありますが、赤ちゃんの味覚は敏感なので大人が薄いと感じるくらいの味付けにします。こうして少しずつ赤ちゃんのペースに合わせて進めていきます。住んでいる地域で行われている離乳食の講座に出るのもおすすめです。日本の離乳食のやり方を詳しく知ることができて相談もできます。離乳食の進め方や子どもの食事のことで悩んだら地域の保健所の栄養相談などの窓口で保健師さんや助産師さん、栄養士さんに相談してみるのもいいです。それでは世界の離乳食を紹介します。日本以外の国でもはじめはお米などの主食から与えている国が多いですが、肉などのタンパク質から始めるという国もあります。離乳食を
米、野菜、豆や肉などと分けて調理したりせず、いろいろな食材を混ぜて与える国も多いです。WHO が進めているように、不足してくる栄養を補うため、離乳食が始まった早い段階から3回食にしていくという国もあります。また、母乳やミルクからの卒乳ということを大きな目的として離乳食を進めている国もあります。それぞれの国に食の文化があるように、離乳食にもまたそれぞれの文化や考え方がありますね。最後に離乳食を楽しく進めるコツをお伝えします。赤ちゃんにもそれぞれのペースや好みがあります。ママが時間をかけて作ってもなかなか食べてくれないことはよくあります。ママが食べさせなきゃと一生懸命になるほど食べてくれないということも多いです。大事なのは教科書通りにきちんと作って食べさせることではありません。まずは赤ちゃんが食べることが楽しいと思えることが一番です。今は市販のベビーフードもいろいろあります。参考にしたり取り入れたりしながら、赤ちゃんのペースに合わせてママにも無理のない方法で離乳食を進めましょう。自分の食習慣や状況に合ったやりやすい方法を見つけられるといいですね。赤ちゃんとの食事の時間をぜひ楽しんでください。